こんにちは、朝日です。お久しぶりです。今日の日付、6月24日です。現在地はフランスなんですけど、もうスペインの国境手前に来ております。フランスに入って50日経ってますね。全然動画アップできてなくてすいません。そう、今日の本題は YouTube をどうしていくかっていうことなんですけど、まずはイギリス出発の時の映像、これ撮ってますんで、それをご覧ください。4月16日午後2時でございます。9月にガーナからフライトしてロンドンに戻ってきたんですけど、今日からイギリスロンドンを出発してアフリカに向けて進んでいきます。ちょっと一回移動しようかな。はい、ということでここはタワーブリッジですね。ロンドンといえばここかなと思って来てみました。でですね、何を喋ろうか、いっぱい喋らなあかんことあんねんけど、もうごめんなさいね、動画全然アップしてないよね。9、10、11、12、1、2、3、4、8ヶ月近くダラダラしてました。ダラダラしてたって言っとく。まあいろいろあったんやけど、はい、結果が全てというか、動画も全然アップできてないし、SNS も全然更新してないし、はい、もうなんか一からやり直すっていう感じで、いろいろ考えてることを進んでいきながら動画投稿していこうと思ってます。で YouTube に関しては今までみたいにブログっぽいダイアリー日記っぽい感じでやるのは多分やめる。多分ね、なんせ編集に時間を取られすぎてたっていうのは今までの課題でもあったので、それを変える。これからはどうなんねやろなSNS をメインで短い動画、そういうものをリアルタイムでどんどん更新していこうかなっていう気持ちではあるんですけど、旅をするとね、本当にいっぱいいっぱいになって、そういうことをもう全部ほったらかしにして必死になるっていうのが結構毎回のパターンなんで、ちょっともう約束できないところもあるんですけど、とにかく今からイギリス出国、ドーバーまで160キロぐらい、そこからフランスに入ってスペイン、ポルトガル、モロッコっていうルートで、またヨーロッパ大陸の中では3ヶ月近く過ごすと思うんですけど、それまでにね、自分のこれからの新しいやり方スタイルをある程度固めていきたいなっていうのが目標ですよ。はい、ということでイギリス出発の時から YouTube に関してはどうしていくかを迷ってます。今も迷ってます。なんですけど、この50日間でサイクリングしながら考えて出てきた、ビジョン、そんなことをお話ししていこうかなと思ってまして、 YouTube これに関しては日記っぽいダイアリー、ブログ、そういうのはもうやめます。好きな人もいたかもしれないけど、すいません、数字が反映されてない。でそのダイアリーみたいな感じで動画を撮っていくと編集が追いつかなくなるんですね。もう絶対。ヨーロッパにいてもそうだったし、アフリカに行ったらもっと編集追いつかなくなる。ってなると、やっぱり見てる人からしたら、リアルタイムの方が絶対的にいいと思うんですよ。だから、インスタグラム、TikTok もちょっとやってますけど、インスタグラムをメインに短い動画でリアルタイムの近況を作っていこうかなと思ってます。でもね、僕の今のビジョンとしては、南アフリカまでサイクリングで行って、南アフリカから次東アフリカを通ってエジプトまで行きたいっていう、そんな大きなビジョンがあるんですよね。3年ぐらいかかると思うんですけど、その3年間を楽器もなしに、バスキングって言うんですけどね、そういう大道芸、バスキングもなしに旅を3年間も続けていくとしたら、やっぱりオンラインで何かお金を稼ぐ方法を見つけないといけない。その中で自分の今まで貯めてきた労力としては YouTube が一番それに近いと思うんですよ。だから YouTube も絶対的に頑張っていかないといけないっていうのも分かってます。でも今まで通りのダイアリーっぽい映像、ビデオはやめます。で、思ってるのはやっぱり企画ですね。はい。30分から1時間ぐらいの見れる内容でお金にしていくためのコンテンツですよ。じゃあどんな企画やんねんっていうのは、おいおい考えて作っていこうかなって感じなんですけど、とりあえずですね、短い動画をメインにやっていこうと思ってますんで、もう一回言いますけど、インスタグラム、TikTok もフォローお願いします。話したいことは以上です。
一応この50日間のハイライトサクッと喋っておきますと、イギリスはドーバーっていう港から船に乗ってフランスのカレーに渡りました。でカレーからサイクリングで5日間かけてパリに行きました。でパリでは昨年のアフリカ旅で出会ったフランス人ピエール、彼と再会して彼の住むシェアハウスみたいなところに1ヶ月も過ごさせてもらいまして、前々から勉強したいなと思ったんですけど、フランス語それの勉強に集中したっていうのが最初1ヶ月で、そこで1ヶ月過ごした後にサイクリング再開してフランスパリからここまで、これ今サンジャンピエドポーっていう村なんですけど、ここまで、約2週間かけて来たっていう感じです。でこのサンジャンピエドポーっていう村はなぜ寄ったかと言いますと、カミーノ・デ・サンティアゴっていうそういう世界遺産があるんですよ。それの出発地点としてすごくポピュラーな場所なんですよね。どこから出発してもいいんですよ。パリから出発する人もいるし、他のマルセイユとかから出発する人もいるんですけど、なんせフランス人が最終的に合流する、こっからスペインに入りますよっていうのがこの町です。でこっから、サンティアゴでコンポステーラっていう町まで、スペインの端っこですね、そこまで 800km っていうのを基本的には歩きで巡る。でも僕は自転車なんでサイクリングで行きます。実は2020年にもやってるんですけど、それがあまりにも楽しかったのでもう一回やりたいと思って、今回は途中からじゃなくて、出発地点からやろうっていう感じで今に至ります。とりあえず YouTube に関してはアフリカに入るまでに方向性を決めます。はい、ここまでご視聴いただいてありがとうございました。それではまた次の動画で会いましょう。さよなら。